今日はこの子たちについてのお話です。こんにちは、お手紙やぎです。今日はこちらについての動画なんですけど、何の動画かというと、こちら、この東京スピニングパーティーに関連するお話です。で、私これ過去2回参加したことがあって、今日は、その2回で購入したものの購入品紹介をちょっと一挙にやってみようかなと思います。まだ多分まとめて糸紡ぎ関連の在庫の紹介ってしたことがなかったと思うので、やってみようと思っています。これからね、初めてスピニングパーティーに参加するよっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うので、どんな品物があるのかっていうご参考にしていただければ嬉しいですし、ちょっと一回糸紡ぎ関連の自分のうちにある在庫を確認してみたくて撮ってみることにしました。よろしかったら最後まで見ていただけたらと思います。それでは行ってみましょう。はい、じゃあ早速紹介していこうと思うんですけど、ちょっとこの東京スピニングパーティーの概要についてなんとなく紹介しておこうかなと思います。今年は10月5日と6日の土日に開催されるみたいですね。で、この動画を公開する頃にはもしかしたら前売り券の発売も終わっちゃってるかもしれないんですけど、前売り券が毎年発売されていて、今回は去年までは確か1日ごとのチケットだったと思うんですけど、今回から2日投資のチケットになってるんですかねっていう感じですね。詳細については多分この QR コードが公式ホームページにリンクしてると思うので、興味ある方はぜひここから飛んでみてください。はい、ということで私前売りチケットを購入したので、こんな感じで郵送で送られてきました。今年はこんな感じのなんかリストバンド形式みたいですね。ちなみに去年一昨年のパンフレットとか私取っといてあるんですけど、去年はねこんな感じの、これ自分でこの穴のところに紐を通してこれを首に下げて入場券としてお持ちくださいっていう感じだったんですよね。これすごい可愛いですよね。去年これが届いた時めっちゃテンション上がりましたよ、私。で、これが去年のマップですね。こんな感じでした。こんな感じで私去年このマップを会場で手に取って、なんかどのお店行こうかなっていう感じでいろいろ迷いながら歩き回った記憶が残ってます。で、一昨年はこういう冊子をね、パンフレットをもらったんですよ。去年はもうマップだけでいいやと思ってこの形式のは持って帰らなかったんですけど、初参加の一昨年はこういうパンフレットをもらって帰ってきました。これが中はこんな感じで、なんか販売ブース以外にもワークショップとかいろいろやっていて、なんかそのワークショップの日程であったり、あとこんな感じでマップ、なんか私去年参加する前にこの一昨年のパンフレットを見ながらこんな感じで回ろうかなみたいな感じでメモ書きいっぱい書いて計画立ててたりしたんですけど、で、出店者リストもこんな風に載ってたりしますっていうね、こんなパンフレットもありましたっていうご紹介です。
はい、じゃあ早速在庫のご紹介していこうと思うんですけど、一昨年購入したものからまずは紹介していこうと思います。一昨年は私はまだ糸紡ぎを全然やったことがなかったので、とりあえず、道具、最低限必要な道具と材料を買おうと思っていました。それで購入したのが、まずは絶対必要なのがこのスピンドルですよね。これはカカラウールワークスさんっていうところで購入した、ルエっていう海外のメーカーさんのスピンドルなんですけど、スピンドルってこういうのとこういうの2種類あって、こっちがこの部分を下にしてこういう感じで回すタイプで、このフックがこっち側についてるのはこれを上側にしてこういう風に回して紡いでいくっていうタイプだったんですね。で、私お店の人に相談して、初心者だったらどっちがいいんですかねって聞いたら、確かこのトップスピンドルの方が紡ぎやすいっていう風におすすめされたと思うんですよね。なんですけど、なんか私の中でその時はこう下向きのボトムスピンドルの方がなぜかかっこいいっていう感じ、かっこいいっていう風に思っていてなのでどっちにしようって迷った挙句、結局両方買ってみたんですよね。ということでルエのスピンドルが2本うちにあります。で、なんかテキストみたいなのも欲しいなと思ったので、同じくカカラウールワークスさんでこの糸紡ぎのテクニックとデザインっていう書籍をね購入したんですよ。これは確かカカラウールワークスさんが作った本だったと思います。で、なんか糸紡ぎって編み物と違って、なんかそんなにこう編み図を見ながらみたいな、本を見ながらやるっていう感じではないので、正直あんまりこの本を頻繁に開くことはないんですけど、なんか糸紡ぎ系の用語をだいたい調べるときに、あれこれってなんて言うんだっけみたいなのを調べるときにこれを開いてますね。羊の種類とか、羊以外の植物性のファイバーのどんな種類があるっていうこととか、あとは紡ぎ関係の道具の紹介とか、あとアートヤーンの種類と紡ぎ方みたいなのが載ってたりします。なんかこれ見て去年も今年は何購入しようかなって考えてたりしたんですけど、私今年はこのスピンドルでトルコ式っていうのがあるんですよね。それが欲しいなってこの本を見ながら考えたりしています。で、同じくカカラウールワークスさんでもう一個買ったものがあって、それがこちらのこれなんだっけ、カーダーです。同じくこのスピンドルと同じルエっていうメーカーさんの商品です。結構使いかけなのでこんな風になってますけど、これでまずは羊毛の繊維の向きを整えてスピンドルしていくっていう感じの道具です。こんな感じ。一昨年はそんな感じで基本的な道具のスピンドルとカーダーと、あとテキストを購入して、あとは羊毛も練習用にちょっとだけ購入したんですけど、羊毛は2種類購入したんですよね。で、1
一つはもう全部使っちゃったんですけど、これですね。これはもう全部紡いでこんな感じの毛糸玉にしちゃいました。これ私のデビュー作ですね。これがこのね、子牛っていう羊毛なんですよ。これは確か、これどこで購入したんだったかな。これが、この糸がですね、このレアシープ研究会っていうお店で確か購入したものだったんですけど、なんかいろんな、なんだろう、珍しい品種の羊毛を扱ってたりするお店だったと思うんですけど、そこのお店の人に相談して、私紡ぎ初めてなんですけど、どんな羊毛がおすすめですかっていう風に相談したんですね。でそれでおすすめされたのがこの子牛ちゃんと、もう一個黒木っていうこの羊毛をおすすめされたんですけど、どういう感じかというと、両方チェビオット系なんですね。なんかチェビオットっていう品種の羊毛がしっかり絡みやすくて、初心者さんには向いてるんじゃないかなっていうことで、この2種類をおすすめされたんですよね。でこれはもう全部毛糸玉にしちゃったので原型をとどめてないんですけど、写真を撮ってたと思うので、ちょっと写真をこちらに載っけておこうと思います。原型がこんな感じ、出来上がりがこんな感じで、もう一種類の黒木さんはですね、まだ紡いでる途中なんですよ。それがこれなんですけど、これももう買った時の状態はこんな感じではなくて、こんな感じだったんですけど、これをカーディングしてこんな感じの状態、これ多分バッツっていうんだと思うんですけど、バッツの状態にもう全部整えている状態になっています。こんな感じで、あとは紡ぐだけなんですけど、全部じゃないけど、毛糸玉にできてるのがこの2つですね。とこれは今まだ紡いでる途中なんですよね。こんな風に。で最初のこの子牛ちゃんはこのルエのスピンドルで紡いでこんな感じの太さにしたんですけど、黒木さんの方はもうちょっと細く紡ぎたいなと思ってこんな感じにしています。これ全部、バッツを紡ぎ終わったら、この2本を送子にしようと思って、こんな風にまだ途中の状態です。それで一昨年もう1種類羊毛を購入したんだった。それがこちらです。これがどこだったっけ、ちょっとマップで見つけられなかったんですけど、多分7の羊毛屋さんっていうお店で購入したものですね。これが詰め放題だったんですよ。この袋の中にもう詰めれるだけ詰めて700、800円っていう感じだったと思うんですけど、これも練習用に購入しました。でなんかこれ全然使ってないように見えるんですけど、実は結構3分の1か半分ぐらいは多分使ってると思うんですけど、紡ぐとこんな感じになりました。これいろんな色があるじゃないですか。私結構無作為にこれをカーディングして混ざっちゃった感じにして紡いでます。それがこんな感じ、かわいいですよね。これも送子にしようと思っています。でこれもまだ紡いでる途中です。これすごいかわいいですよね。
なんか羊毛の状態だとすごい派手だなって思うんですけど、カーディングするとなんかこういい感じに混じってニュアンスカラーになるので、すごくいい感じの色合いになるなと思いました。こんな感じ。一昨年購入したのはそんな感じですね。で、あとはもう全部去年購入したものなんですけど、練習用にこういうなんか絡みやすそうなチェビオット系の羊毛を紡いでみたので、去年はもっといろんな種類のものを紡いでみたいなと思って、主にいろんな種類の材料を買い集めたっていう感じになりました。ちょっとそれを1個ずつご紹介していこうと思うんですけど、何種類 ?1,2,3,4,5,6,7,8 種類ぐらい材料を購入してますね。じゃあまずこのカゴの中に入っているものから紹介しようかなと思います。このカゴの中に結構いろいろ詰まってるんですけど、まず羊毛じゃないものから先に紹介しちゃおうと思います。まずはこれですね。これはどこで購入したっけな。ちょっとこれどこで購入したか思い出せないんですけど、ここに書いてあった。ここですね。吉坊さんでいいのかな。吉坊さんっていうお店で購入しました。これがですね、草木染めの染料ですね。桜とイチっていう木のチップで売られているものを2種類購入してみました。なんか染めてない原毛を購入したので、こういうもので自分で染めて使ったりもしようかなと思って購入してみました。これいくらぐらいだったかな。結構安かったと思うんですよね。なので草木染め趣味でやる方はこんなのもありますよという感じです。で、じゃあ次はこちら、これ2袋購入してるんですけど、カシミヤのバッツですね。バッツかな。バッツというか、なんだろう、バッツかフリースっていう感じなんですけど、これが清野工房さんっていうところで購入しました。これもすごいカシミヤにしては安いんじゃないかなっていう、この1袋2000円だったんですけど 40g 入ってますね。で、ビワの葉染めのグレーっていう感じのカシミヤをワゴンに入ってるのを見つけて、カシミヤだと思って購入したんですよね。まだ全然使ってないです。カシミヤって紡ぐの難しいのかな、わかんないですけど、すごい柔らかいから、もしかしたら初心者には難しいのかもしれないんですけど、ちょっとね、今年のスピパに行く前に触ってみたいなと思います。ちょっと中開けてみようかなと思います。なんかリボンがついてる、かわいい。これ始まりっていう印なのかな。すごいふわふわですね。やっぱりこの色がビワの葉染めのグレーなんですね。すごい綺麗な色ですよね。で、やっぱりチェビオット系のこういう羊毛と比べると細かさが全然違うっていうのが見た目からも分かりますね。結構この黒ボクちゃんの紡ぎには慣れたので、ちゃんと糸を切らさずに紡ぐことができるようになってきたので、ちょっとね、黒ボクちゃんが終わったらこの辺も紡いでいこうと思っています。ということで、
清野工房さんのカシミヤ、こんなのありますよということで、今年も同じものが売ってるかどうかは定かじゃないんですけれども、一応じゃあ今ご紹介しているお店さんが今年も出店しているのかチェックしておこうと思います。まずルエのスピンドルを購入したカカラウールワークスさんいますね、今年も。あとは黒ボクちゃんとコウシちゃんの羊毛を買ったベアシープ研究会さんも今年もいますね。あとは染料を買った吉坊さんもいますね。あとは清野工房さんかいますね。清野工房さん。よし、じゃあ次ですね。次はこちらです。こんな感じで 50g 入りのいろんな色に染められた羊毛、全部で5種類購入してます。これが一個一個色の名前書いてあるんですけど、セージとかモグラとかポツリ、深夜、なんか名前も素敵だったんですよね。このお店ツツジっていう、こんな感じでいろんな、すごい何種類もこの状態で売られてたんですよね。これを購入したのはこの染竹さんっていうお店ですね。なんかこれ私紡ぐ用に購入したんですけど、後からちゃんと見てみたらフェルト用の羊毛だったみたいです。フェルト用の羊毛は紡ぐのは難しいのかな、ちょっとわかんないんですけど、こんな風に売られていた羊毛がメリノですね。全部でこの名刺にはメリノ100色って書いてありますね。なんかね、お安かったんですよ、このお店。なのでいっぱい購入しちゃったんですけど、こんな感じでね、ちょっとフェルト用の羊毛だったみたいなんですけど、これも一度紡いでみようと思ってます。で、染竹さんはちょっと今年のパンフレットには見当たらないような気がしますね。今年は参加されてないのかな。私が見落としてなければ今年はいらっしゃらないみたいですね、この染竹さん。ということで、次はこちらです。これは何かというと、これシルクですね。シルクの原毛。その前にこっちの染竹さんの羊毛どんな感じかというと、こんな感じ。やっぱりこれもすごい細かい、さっきの清野工房さんのカシミヤにも近い感じのすごい細い柔らかい羊毛です。はい、ということで、次のこちらが、これはシルクのファイバーなんですよ。こんな感じ、すごいツヤがあって綺麗なんですよね。これも結構お安くて、素敵だと思って、なんか自分で紡げるかどうか分かんなかったけど買っちゃいました。これがどこのお店で購入したかというと、このね、下村年始さんっていうところで購入しました。このお店結構ブースの面積広くて、去年も一昨年も同じところで出店されてたんですけど、なんか私が買ったのは多分私が購入したのはこのタッサーシルクっていう、なんかシルクにもいろんな種類があるみたいで、
人間がちゃんと飼育してる蚕か野生の蚕かっていうのがあるっていう風にその時はおっしゃってたと思うんですけど、なんかシルクの見た目もちょっと違うんですよ、色味が。で、私は確か野生のやつを購入したと思うんですけど、野生のシルクの方がちょっと色が黄色みがかってたと思います。それがこんな感じですね。すごい綺麗ですよね。ツヤツヤしてて、羊毛とはまた違う感じありますよね。こんな感じ。これもまだ全然手を出せてないけど、早く紡いでみたいなと思ってます。で、下村年始さんは今年はこのチラシに載ってるのは2024年7月1日現在なので、まだこのパンフレットに載っていないお店さんもこれから増えていくんだと思うんですけど、下村年始さんの名前ありましたね。今年も参加されるみたいです。はい、ということでカゴの中はこんな感じでした。あと紹介してないのはまだ結構ありますね。この1,2,3,4,5種類ですね。その前に去年購入したスピンドルも紹介しておこうと思います。一昨年購入したカカラウールワークスさんのルエのスピンドルで紡いでみたんですけど、結構重さがあってなんかまだ慣れてなかったのですごいブチブチ繊維が切れちゃってなかなか難しいなと思ってちょっと挫折してたんですね。で、しばらく糸紡ぎから遠ざかってたっていうのもあったんですけど、去年やっぱりイベントは面白そうだったので、なんかしらちょっとだけでもいいから買い物しようかなと思って行ったんですけど、で結局いっぱい買っちゃったんですけど、でそんな感じで回ってた時に別のお店のスピンドルでこんなのがあって、なんかこっちのスピンドルは実演して見せてくださって、自分でもやってみてこれは結構紡ぎやすいと思ってこれを購入してみたんですけど、でもこれもしかしたらスピパじゃなかったかもしれない。これ多分素材箔で買ったやつですね。スピパーと同時期に横浜の大桟橋の方で素材箔も開催してるんですよ。でこれはここにも書いてあるんですけど、羊屋さんっていうところで購入したスピンドルなんですけど、羊屋さんは確か一昨年はスピパの方にいらっしゃったはずなんですけど、去年は素材箔で出店してました。でそこで購入したのがこのスピンドルです。これすごい紡ぎやすかったんですよね。なんかこの円盤が大きくて、あと重さが軽いっていうのが多分紡ぎやすさなんじゃないのかなと思ってるんですけど、なんか久しぶりに糸紡ぎこれでしてみたらすごい紡ぎやすくて、なんだ私結構できるじゃんってなって、またね糸紡ぎもちょっとやるようになったんですけど、これすごいおすすめです。羊屋さんのスピンドル。細さはこんな感じに紡げてます。中細より少し細いぐらいの細さに紡げてます。途中でブチって切れることもなく、初心者の私でもすごい簡単に紡げるいいスピンドルだと思います。羊屋さんいるかな。羊屋さんはもしかしたら今年も素材箔の方なのかもしれないですね。この中にはいないかなと思います。はい。でもう一種類、こっちはスピパの方で購入したスピンドルなんですけど、これは、AMH さんっていうお店で購入したスピンドルですね。
AMH さんは結構道具がいっぱい置いてあって、このスピンドルとか、あと小さいサイズの折りの道具なんかも扱っているお店さんでしたね。ですごいこの色とここの絵柄が可愛くて、羊屋さんで1個スピンドルを買った後だったんですけど、これも可愛いと思って購入してしまいました。でこれも結構紡ぎやすかったです。やっぱりコンパクトで重さがそんなにないので、これも結構細い糸が紡げていい感じに使えてます。こんな感じです。 AMH さんはいるかな。いらっしゃいますね。今年も出店されてるみたいです。はい、じゃあ次は羊毛の紹介5種類いきますね。じゃあ1つ目はこちら。これがペギー&マギーさんっていうお店さんのバッツですね。これがシルクコンの羊毛のバッツで、だいたい 20g ぐらいって書いてありますね。で500円ってすごい安かったんですよ。で私はこういう色合いのものを買ったんですけど、すごいいろんな種類の色が置いてあって、なんかすごい迷ったんですけど、私はこのグレー味のこんな色のバッツを購入してみました。これはすぐ紡げそうなのですぐ紡げそうとか言って1年寝かしてたんですけど、今年のスピパ前に手を出せたらいいなと思います。こんな感じ。ペギー&マギーさんはいらっしゃるかな。いましたね。ペギー&マギーさんも今年も出店されてるみたいです。はい、じゃあ次行きましょう。次はこれです。これもすいません。これもよく考えたらスピパじゃなかったです。これも素材箔でしたね。これも確か羊屋さんか7の羊毛屋さんだったと思うんですけど、こんな感じ。このロマノフっていう品種の羊毛ですね。なんかこのロマノフっていう品種がちょっと珍しいみたいなんですよ。で 100g1300 円って結構お安いし、なんか見た感じこの黒ボクちゃんとかと近い感じの絡みやすそうな羊毛なのかなと思ってこれも購入してみました。こんな感じですね。触った感じチビオットと比べるともうちょっと細い感じなんですけど、カシミヤやメリノよりかはもっとゴワゴワした感じですねっていう。でもこの子はロマノフはゴワゴワしてゴワゴワした毛質のイメージがありましたが、この子はバージンウールだからなのかしなやかで柔らかめの手触りですって書いてありますね。お米をたっぷりもらって育ったそうです。かわいいっていうこんなのを買いました。これ多分染めてないですよね。羊毛そのままの色だと思うので、これもちょっと紡ぐのが楽しみです。で7の羊毛屋さんと羊屋さん、今のところここには載ってないですよね。なので今年も素材箔なのかなっていう感じですね。次はこちらです。これはアルパカの原毛です。これ全部染めてないアルパカ本来の色なんだっておっしゃってましたね。この桜手編みさんっていうお店で購入しました。アルパカ
専門のお店だったんですけど、いろんな種類がある中で私はこのちょっとずついろんな色が入った5種類のアソートパックを購入してみました。1100円が安いのか高いのか私そのなんか原毛の相場感がよく分かってないので何とも言えないんですけど、でも可愛いなと思って購入してみました。これもちょっと開けて手触りお見せしてみようと思うんですけど、こんな感じですね。なんか柔らかいですね。すごくこうなんだろう、柔らかさ的にはメリノとかと近い感じなんですけど、羊毛よりもちょっとなんていうんだろう、ぬめり感がある感じですね。アルパカもうまく紡げるのかわかんないですけど買ってみました。これもね早く使ってみたいなと思います。ちなみにこの桜手編みさんは今年は出店されているんでしょうか。ちょっと見当たらない気がしますね。このチラシでは桜手編みさんはまだ乗っかってない感じですね。今年も出店してくれてたら嬉しいですけどね。はい、じゃあ最後ですね。最後の2種類がこれとこれ、同じお店で買ったものです。一つがモヘアで、もう一つがシェットランド。結構な量あるんですけど、一つ目がこのモヘアですね。桜繊維じゃない、佐藤繊維さんっていうところで購入しました。こんな感じで染めてない羊毛を結構大袋で何種類か置いてあったっていうお店ですね。でモヘアもどんな感じなんだろうって手紡ぎしてみたいなと思ったので購入してみました。この3080円っていうのがまた私には高いのか安いのかよくわからないんですけど、ちょっと後で何グラムあるのか重さを測ってみようと思います。モヘアの原毛こんな感じです。ちょっとやっぱ独特ですよね。この辺とかが分かりやすいかなって思うんですけど、すごいツヤ感がありますよね。これ手紡ぎで紡ぐとしたらアートヤーンとかになるのかなと思うんですけど、なんか私結構編み物する時に細番手のシルクモヘア引き揃えすることが多いので、なんかそういうの自分でできないかなって思ったりしたんですけど、どうなんだろう、できるかな。ちょっとやってみたいと思います。こんな感じで、これは染めてない羊毛なので、さっきの吉坊さんで購入した染料とかで染めてみようかなとも思っています。でもう一種類佐藤繊維さんで購入したのはこのシェットランドですね。3300円。これどんくらいあるだろう。結構量あると思うので、これはまあまあお得なお買い物だったんじゃないのかなと思うんですけどね。シェットランドの解説がここに書いてありますね。英国本土より北の海に浮かぶシェットランド諸島に生息する羊。膨らみに富み柔らかな光沢も有するというのシェットランドの大袋購入してみました。こんだけあったら確実に着分は糸が紡げるんじゃないかなって思って購入してみたんですけど、こんな感じです。確かに結構ゴワゴワしてますね。野生味のある質感の羊毛です。チビオットよりももっとゴワゴワしてる気がします。これも多分何も染めてない本来の羊の色だと思うので、なんか染めたりもしたいなと思って購入してみました。
結構紬を本格的にいっぱいやってる方はこの佐藤繊維さんっていうお店、こんな感じで大量に購入できるのでいいんじゃないかなと思います。ちゃんと綺麗に洗ってもあると思うので、私は自分では購入しなかったんですけど、そのスピパって結構もう全然洗ってない羊から刈り取ったばっかりみたいな、何の処理も施してないような羊毛もたくさんあって、そういうのの方が多分お値段的にはお得だと思うんですけど、もう買ってすぐ紡ぎたいっていうような方にはこの佐藤繊維さんっていうところで購入できる羊毛いい感じだと思います。佐藤繊維さんは今年はいらっしゃいますね。今年も参加予定になっています。ちょっとこれの重さを測ってみようと思います。この3080円のモヘヤ何グラム入ってたかというと、だいたい200グラムぐらい入ってました。まあまあお買い得なんですかね、やっぱり。でこちらのシェットランドはというと、500グラムぐらい入ってましたね。ちゃんと紡いで使えばかなりお得ですよね。という感じでした。ということで今回は去年一昨年と東京スピニングパーティーで購入したものの在庫購入品紹介をしてみました。今年のスピパのご参考にぜひしていただければ嬉しいなと思います。今年どんな買い物をする予定だよっていうのもよろしかったらコメント欄で教えていただければ嬉しいです。この動画が参考になったよと思われましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。お手紙ヤギでした。